フライトジャケット塾開講です。バズリキソンズ亀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。塾長、もう、はい、革ジャンの季節がやってきましたね。やってきましたよ。やってきました。マーケット動き始めてます。そうですよね。はい。もう皆さん革が気になって仕方がない方が、これ見てる方も多いと思うんですよ。あとは新作のカタログもね、先日納品されて、それを見てフライトジャケットが欲しいっていう方が結構いらっしゃる。盛り上がっていただいてる中でですけれども、やっぱりフライトジャケットでレザーってなると、真っ先にパンと思い浮かぶのが A2 なんですよ。で今回はもうこのチャンネルもだいぶ見てくれてる方が増えてきて、ありがとうございます。で若い人なんかもすごい増えてるんですね。という中で、今までにも何度も A2 のお話ってしていただいたんですが、改めて以前から見てはいないよっていう方とか、新しいお客さんに向けてとかね、確認したい方も遡るの大変だから、やっぱり年に1回ぐらいはちゃんと A2 のことをおさらいしとかないといけないなという使命がフライトジャケット塾にありますんで、あるんですね。今日は A2 でお願いしたいと思います。それでは、A2 というのはですね、説明しますとですね、米陸軍航空隊が1930年に採用した型紙ができたのが1930年。第二次世界大戦よりずっと前ですね。前なんですよね。当時コントラクター製造メーカーがいくつかありまして、支給が終わる1944年までに18社が39回ものロットで70万着を対応したっていう。70万着。1930年代はそれほど生産数も多くなかったんですけど、これがやはり第二次世界大戦が勃発しますと、兵員も増員されたりですとか、着数をもっともっとこなさなくちゃいけない需要が増えていったんですね。18社のコントラクター、製造メーカーがあって、そのうちのいくつかをバズリクソンズではこれまでに何度も復刻させてきてるんです。いくつかの当時の製造メーカーを。今シーズンもバズリクソンズがやってる A2 の中にはその18社のうちの何社かいくつか存在していると種類を用意してます。でまず目の前にあるこちらが、昨年から発売したモデルなんですけども、当時エアロレザー社が製造した A2。エアロレザー社は計7回ものコントラクト7回納入してるわけですね。納入したうちの私が今紹介するのは5番目のモデル。そこはもう一回一回、納入ロットによって仕様がちょっと変わったりすると。仕様とか形とか微妙に違ったりするんですよね。でこの5番目のエアロレザー社のモデルという特徴がですね、これまでの4回もの製造ロットは、この身ごろと襟の間に一つの帯のようなパーツ、シャツのようなパーツがあって、それが大襟というパーツなんですけど、松島さんが着てらっしゃる今日これはエアロのモデルではないですけれども、ラフエアのモデルなんですけど、そうですね、大襟付き、大襟付き着てます今日で、このエアロレザー社の5回ものロットから大襟が省略されて身ごろに襟が直接つくタイプ。襟の雰囲気は随分変わるわけですね。そうなんですね。大襟があるかないかで。そうなんですね。好みの分かれるとこではあるんですけど、大襟がついてこう折りじわをつけて、外に広げてこう、形をつけて着たいっていう方はこちらの方。もう一つのこちらの方は、大襟がない分襟付けが低いので、割とこう顎に干渉しなくて着やすいという。確かにここが当たらないってことですね。この高さが当たりにくいというところですね。下がるんでね。あとこの5番目のロットの特徴とすれば、通常の前立てよりもですね、若干幅が狭かったりですとか、これステッチで見えてるところですね。そうですね、ステッチ幅がですとか、ポケットのラウンドが、割と四角形に近い。真四角ですよね。であとは
外見からは分かりにくいんですけど、スナップボタンのこの内蔵されてるスナップボタンのキャップを打つんですけど、はい、そのキャップではなくてですね、真ん中がくぼんだタイプ、これがねドーナツ状に当たりが出るタイプなんですね。だから着込むとこの当たり感も全く違った表情になってくるっていう。これはもう着込んだ人しかわからない楽しみっていうですね。あとはもう一番の特徴はこの赤リブですね。はい、当時やはり製造してたメーカーによってこのリブのコントラストがですね、はい、これ随分こう、後ろのヴィンテージがかかってますけれども、違いますよね。でこの赤リブを使ってたエアロレザー車は、コントラクターの中で唯一、もう赤リブといったらエアロレザーしかないという、ほぼ代名詞的な感じの存在ですね。で使ってる革はですね、ホースハイド、はい、で大体検証したところベジタブルタンニング、植物の樹皮から抽出したものでなめす、はいはい、手間暇かかるなめし方なんですね。古来から伝わるなめし方、でこれがピグメント仕上げ、いわば顔料仕上げですね。はい、なので、新品の時は重厚感もありますし、着込むと表面がこう剥がれてきた時に下地の色が出てきて、ものすごく味わい深くなる。ここにいくつかあるような雰囲気が醸し出せるということですね。下地染色とその上塗りの仕上げの染色ってやはりちょっとそこも気を使ってですね、コントラストが現れるように作ってありますので、なめしてありますので、ぜひそのあたりも着込んだ楽しみ、もうね革ですから、経年変化っていうね、もう持ってる人しか着た人しか楽しめない、そこをね十分これは堪能できるモデルということですね。もうこれも早速結構店頭で動いてると聞いてます。そうですね、去年発売したんですけど、結構お店さんでももうほぼ完売に近しいところがある。急がなきゃいけないやつですよね。でこれも今シーズンもう納品始まってますので、もう早速動きが出てるようです。もうね赤リブの A2 ってなんかもう一つのこう言葉のセットになっちゃってますから、赤リブの A2 っていうね、赤リブの A2 というのはまさにこれのことですからね、皆さん。こちらはまた全然色が違う。そうですね、この今自分が持ってるのは、当時ブロンコ MFG、ブロンコ社が手掛けた A2 の復刻バージョン。これも今シーズンバズリクソンズから出るやつですね。当時 A2 の軍の規定色といいますと、先ほどのこの濃いシールブラウン、それから今持ってるこの小豆色のラセットブラウン、大きく分けてその言葉でいうと2種類規定色があったんですね。これは1942年に採用されたモデルで、ブロンコ社は当時2回もの生産ロットを持ってるうちの最初の一番最初期のブロンコ社の納入ロットという。でこれがですね、先ほど伝えましたその18社のコントラクター、39回ものロット、39回のロットの中で、破格の5万9,000ピース、5万9,000着を生産してた。70万着の中の5万9,000、5万9,000着、1割に満たないぐらいですね、ちょっとね。そんなに作られたんですか。いやすごい生産数ですよね。だからもう環境、製造する環境がものすごくもう整ってて、というところも想像裏付けですよね。42年ですか。で随所にそのスピード感あふれる仕様が現れてですね。スピード感、どういうことですか。例えばこのハンガーループとか、普通ですと四角くこうミシンを回してクロスステッチで押さえたりですとか、両サイドですね。ジャケット自体を縫製するときに回さなくちゃいけないんですけど、これは回さずにバータックなんですね。そういう意味でのスピード感なんですね。スピード感ですね。あとはこう見て特徴なんですけど、ポケットのこの直線で縫ってる角張ったポケット、これもスピード、回さなくても結構なだらかに縫えちゃうわけですね。そうです。そういうことなんだ。あとは襟元に
向かうこのファスナーを止めてる前立てのステッチもこうカーブしてたりとか、普通ここで止まって返し縫いしたりするんですけど、もう随所にそういったディテールが見れますね。それをスピード感と表現したわけですね。はい、もう見てると分かります。その、もう慌てていっぱい作んなきゃいけなかったんだということだったんですか。であとはこのエポレットとかもですね、通常ですクロスステッチが一番キワキワまで、各サイズ肩幅別にこうやって用意するんですけど、これちょっと距離がありますよね。確かに内側に入ってますね。これはある程度の大きなサイズにももう賄ってたっていう。もう生産効率を上げて全部同じ仕様でステッチできるようにしちゃってたわけですね。かなり個性的な仕様ですね、これはよく見ていくと。いやそうですね、僕らなんかも素人目でいくと、パッと見最初のエアロレザーと比べると、色が違うなっていうのはすぐ分かったんですね。よりこうチョコレートに近い茶色というか、そうですね、っていうふうにはなってるんですけれども、そういう細かい仕様も全然違うわけですね。あとは先ほどのエアロレザー車のタイプとスナップボタンの K の大きさとかも違ったりとか、それ全部作り分けるんですね。そうなんです。そうか、さっき話してたフラップのポケットなんかも見えないところですけど、エアロレザーとブロンコでは全然違うものを使ってるわけですね。そうなんです。だから当たり感とかも違います。薄が出てくる時の、やりますね。もちろんフラップの形状も違いますしね。そうですね、確かにこっちの方が深い。あと今自分が持ってるのはこれカスタムバージョン、ソリッドモデルもあるんですけど、パッチカスタムバージョン。これしかもレザーのパッチですよね。しかもハンドペイントです。全部手書きしてるっていうことですね。実物今回入手しまして、それも手書きなので、やはり同じようにこの手書きならではの味わいもちょっと求めまして、同じように手書きで再現してます。白クマがいて、アラスカって書いてあります。コールドウェザーテストデタッチメントアーミーエアフォース。これは何かっていうと、寒冷地試験文献部隊、寒冷地試験文献部隊。これはどういうことかと言いますと、運用機軍用機が寒いところでもちゃんと作動するかどうか確かめた部隊なんですね。でそこで試験されて試されて、でこれから製造される第二次世界大戦を迎える時に全部その作り込まれる飛行機に反映させたんですね。その部隊のパッチがこのデザインだったんですね。実物これ入手した時に、ポケットに当時の着用者の写真まで入ってて、何枚か入ってて、それもこの製品には1枚つけます。それまで作ったんですか？これはかなりスクープです。着用者の写真がこの現像残ってる。後方、言ってみれば最前線の部隊ではなくて、後方で試験とかテストをやるような部隊だったからこそ、そういうものが残ってたのかもしれないですね。すごいな。この2025年秋冬のコレクションで、バズリクソンズは、まず一番最初に紹介したエアロレザーがあって、この大量に作られたというスピーディーな当時のね、ブロンコがあって、で今日私愛用させていただいてます。ありがとうございます。こちらのラフウェア、この3つがEtsyのラインナップ今シーズンはそうですね。このコントラクター3つのコントラクターの復刻をされてるということで、でもこうやって皆さんもね見ていただいたら分かると思うんですけど、どうですかこの3つ同じ A2、もっとベタな言い方をすると同じ茶色い革ジャンのはずなんですけれども、何もかにもが違う。違いますよね。色も違う、襟の大きさ形違う、エポレット違う、ポケット違う、そうですよね。リブの色が違う、裏地の色が違う、全部違うんです。A2好きな方って
何着も持ちたくなるじゃないですか、はい、3着持ってます4着持ってますっていう方、はい、どんどん増えていきますよね。いますよね。この魅力にはまるとディテールの違い、革の違い、それを自分でやっぱり試してみたくなるんでしょうね、はい、深いですね、A2 っていくつかのやっぱ種類がありますので、絶対個人がハマる A2 がどれかにあると思います。個性的なんでこれだけ。いや、それでね、今シーズンのこの3つ、はい、もう多分実際見てみたい、僕も A2 挑戦したいよっていう方いると思うんですよ。はい、朗報です。もう直にこの3着を見比べ着比べ、そしておまけに亀谷さんに直接いろいろ教えてもらえる機会が、10月11日12日の2日間、はい、横浜で我々、が主催します、はい、レザーズデー、この3方揃ってますね。はい、はい、亀谷さんも2日間いてくださいますね。はい、なんでもう直接そこでね、いろいろまだまだ説明できるとこいっぱいありそうですから。そうですね。あとはやはりその革の質感とかもやはり触ってみて、自分の目で見て、はい、イメージも変わってくると思いますんでね。私もそれまでにもっと着込んで育てとかなきゃいけないなと思ってるんですけれども、A2 で参戦したいと思います。ありがとうございます。はい、それでは今日の講義はこの辺りで。ありがとうございました。ありがとうございました。